さて、前庭の応接の美しい庭から、ここから奥は盆栽たちの安らぐほどの大きな培養棚となっています。もちろん培養棚ではありますが、日々刻々と手入れをして変わる多くの何百という盆栽がここに飾られています。内九庭は前庭を含めて中のこの中央棚、他の全ての棚に作品全部全て、商品全部全てに小札がついています。これは私どもの一つの理念で、盆栽園はどちらかといえばあまり値段がついていません。私どもはどなたにでも正当な盆栽の評価、そしてどなたにでもそれが分かりやすい世界、これを作り上げるということをモットーにしております。ここからの今の中の世界をまたご覧ください。さて、こちらは園内中央にあります培養を兼ねた盆栽の展示棚です。この中だけで約700坪、そこにある盆栽たちは大小合わせて約400点となります。どちらかといえば中型から超大型まで数多くの盆栽がありますが、その季節その時の手入れによって日々刻々と展示品が変わっていきます。内九庭はどちらかといえば数少ない大型盆栽を多く所有する庭ですが、ご覧の通りさまざまな木が皆様お待ちして、いつもここで健やかに育っています。こちらはまた今の中央棚の東側にあります、私たちの世界で中品商品棚という場所です。このように2段になって、どなたもとがお求めやすい可愛らしいものから国風展級の中型作品までを見やすい角度、見やすい高さで置く場所です。幅広いお客様が楽しめるようにと作らせていただきました。さて、こちらは室内になります。私どもの器物、つまり、古い盆器、卓、水石、水盤、さまざまな道具類を収蔵する倉庫として作りました。数年前より多くの方が S キューブならではの、内九庭ならではのこの世界を見せてほしいという要望が多くなり、現在はどなたにでも公開する形を取らせていただいております。ここももちろん小札がついている形になっていますが、オンラインショップで多くの全国の皆様にお楽しみいただく掲載商品は、ほぼ器物はこの中に収蔵してご覧いただく形になっています。さて、こちらは、前には応接庭園の中に付属してある応接室の中です。この応接室はこの庭園を作った時に庭園を見て盆栽を見ながらお客様とゆっくりとした歓談をするために設けました。ご覧の通り、前には床の間風のしつらいがしてあります。ここに季節を楽しむ姿、盆栽の素晴らしさ、水石の素晴らしさを歌い上げるものを皆さんにご説明します。またこちらに単体にあるように、一つ一つのお客様が気になるものをここに持ち込んで、より詳しい説明をしてお茶を一緒にいただきながら、楽しい木の将来、飾り方の世界をお客様と共に学んでいくひとときの、私ども内九庭にとっては一番豊かに楽しむ空間でもあります。さて、この応接展示室は日々刻々と変わる自然、24節気72候と言われる日本の暦に尽くした植物の動きを、盆栽を歌い上げる形で石飾りをしています。今この田んぼにカエルが鳴き田植えをし、この頃の自然の風景、まさに新緑の風景をこの床飾りに再現してみました。その内容をご説明します。どうぞ朱木と言われる飾りのもみじをご覧ください。
青葉の美しい新緑の季節、日本人はこの季節に美しい新緑でこの春から爽やかな季節を謳歌したいものです。この木に現れているもみじの名木でありながらたおやかな姿、その姿を彩る一つの道具としてここに掛け軸というものがございます。月の下を一羽の鳥が飛んでいます。ホトトギスという、昔の言葉で言うと目に青葉山ホトトギス初ガツオという、まさにこの5月さつきの季節を歌い上げる言葉です。このホトトギスが一羽飛ぶ姿は、日本の景色で言えば山里に霧煙る頃にそれが飛ぶ姿が絵心の中にも心の風景にも残っています。盆栽、そのもみじの青葉を助ける気持ちを込めてこのホトトギスをかけさせていただきました。いろいろなものが絵にはありますが、著名な画家は盆栽のために描いたものはありません。その中の図柄、大きさ、主題、それが盆栽と季節に合うものを何とか探して使っています。今回使った掛物も今尾景年という明治の有名な画家が描いたものです。あえて色を外して水墨で描いているところが、ホトトギスに色を求めずにもみじの美しい灰色を際立たせるために、心の中のホトトギスを見ていただこうと思ってそのように飾りました。どうぞここにある脇床というこの飾りに続く世界をご覧ください。京七石と言われる水石の中には京都7つの名石がありと歌われます。その中に一番北側にある、鞍馬寺貴船神社のそばにある貴船石というものがあります。ご覧の通りに石の間を白い石質が縫うように見えます。この季節これを水色の水盤に飾ることで、みずみずしい清流または雪解け水を表してくれると思います。見方、それはあくまでも水石の場合は心の中に浮かぶ景色をどうご自分で豊かに捉えるかがとても重要です。この石の場合は遠くの深山にある残雪からそれが雪解けとなって清流となる姿を心の中に描いてくれたらありがたいなと思います。もう一度ご覧ください。国風天級の名木のもみじですが、よく見れば園芸的ではなく枝先までたおやかな柔らかさを持っています。その青葉の向こうを飛び交うホトトギスの世界、そして遠くを見ればまだ山々には残雪から雪解けの渓流が、まさに5月の日本の山々と山里を盆栽を主人公に表す、これも一つの盆栽を楽しむ飾り方だということをお伝えしたかったです。さて、このチャンネルの初回となりましたこの内久亭の全体の紹介はここまでとさせていただきます。これから始まるこのチャンネル、ここを舞台にまた時には展示会、時には銀座、時には遠く離れた京都の庭、いろいろなものを皆様にお伝えしながら、盆栽とは何なんだろう、作り方の本当は何なんだろう、飾りとは何、道具って何、石って何、いろんなことをこの中で皆様と対話するような気持ちでお伝えしたいと思います。できましたら、まだ初めてで恥ずかしいところですが、このチャンネルの登録というものを皆さんにしていただけたらどんなにありがたいか。一つここから長い旅が始まります。よろしくお願いします。